はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。先生術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、先生術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。ではここからお羊座さんの9月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。ちょうど8月31日が魚座で起こる満月で、9月15日が乙女座で起こる新月なので、9月は前半後半に分けてリーディングしたいと思います。お願いします。ちょうどね8月の4日から逆行していた金星が順行に戻るので、羊座の皆さんもなんか純粋に喜べるとか、今までちょっと疑っていた自分の価値とかをもっともっと素直に喜べるとか、楽しいって思えるような、恋愛とかもねやっとなんかスムーズにいくかなっていう感じがすると思います。ちょうど8月同じね9月4日から木星は逆行始まっちゃうんですけども、でも別にそんなに大きな問題ではないと思います。若干ちょっとここまでお金使いすぎたかなとか、何かにかけていたものを少しセーブし始めたりとか、少しお金の使い方を変えていく後半になっていくかなっていう程度ですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月前半です。エンペラー逆、はい、ソード3ですね。そしてペンタクルス2、ワンドの2の逆、ワンドクイーン逆、4王、ソード6の逆、はい、気をつけることや対策はカップのナイトとデビル逆とオラクルはじゃん、ソードクイーンです。
はい、ちょっとまず混ぜてる時に思ったんですけども、この9月っていうの前半っていうのはね、特に健康面とか日常生活を整えましょうっていう星の流れなんですね。で、これまでっていうのは、先ほど言ったみたいに9月4日まで金星も逆行していましたし、何か自分のやりたいことをやる時になんとなくこう向かい風の中やっていたとか、例えば健康に関してとかもっと自分の体ちゃんとしたいなと思っていた方も、やりたいんだけどできないっていう、何かこう進みたいんだけど進みにくいという、こう本当に向かい風の中頑張っていたものが、ようやく9月4日以降はやりたいと思ったことができるみたいな、ちゃんとあまり抵抗なくやっていけるようになるなっていう感じなので、何も特別なことを何もしていなくても気持ち的にはちょっと楽になる感じなんですね。ただエネルギー的にこうカードで見て、この前半どうですかって言われたら、やっぱりちょっと8月疲れすぎたのか少し落ち着きたいですみたいな感じがあります。積極的にじゃああれもこれもっていうよりも、ちょっとふーってこう息ついて落ち着いて整えたいなっていう感じがすごく出てますね。入り口もここ皇帝の逆なので、やはり今まで本当に自分の強さを駆使してなんとか、それは精神力かもしれないし、もう体力かもしれないし、今まで培ってきた技術かもしれないんですけど、なんとか頑張っていた、こう進めていたことっていうのがあって、それに実はちょっと心身ともに疲れていたのだなという感じがします。だから必死すぎて自分がどれだけ傷ついていたかということをさえ気づかなかったとか、疲れていたかということも気づかずにただただ必死にやっていたっていう感じがあって、でもそうせざるを得ない状況だったんでしょうし、そうしたかったんだろうなっていう感じもあります。でその中でうまくやってこなしましたよねっていうのがあるので、少しやはり無理してやっていたことっていうのを抑えめにしていくっていう流れがありますね。別にこれは相当の3が出てハートに剣が刺さってるからといってなんか傷つくことがあるとかいうことではなく、もう単に疲れているみたいな感じだと思います。でもそれなぜ疲れてるかというと、これまで本当に厳しい状況の中で頑張ってきたんだなっていうのが出ているだけです。そしてこれからは少しやり方を変えて、自分の体にもあんまり負担のないように進めていきたいっていうのがすごく出てますね。何が大事かを少しもう少し自分の生活の中で何が大事かをちゃんと確認してやっていきたいっていう感じが出ています。これとてもなんかいい意味で慎重で、なんかできないとか投げやりとかやる気がないってわけじゃなくて、やる気あるんだけれどもあえて慎重に無理せず進んでいくみたいな感じがありますね。でその後も鳳凰が出てて、とてもバランスが取れます。ここで回復しますね。心身のバランスがちょっと精神的に疲れたなと思ってた方は、ここでバランスが取れますし、生活のリズムもだいぶ整ってくるんじゃないでしょうか。ごちゃごちゃした話だったりとか、まだ整ってないことっていうのはありますが、それは何かこう先方とか状況からの問いかけがあれば答えますみたいなスタイルで、こちらから積極的に取りに行くとか、何かを動かしていくとか仕掛けていくっていう感じではない1ヶ月ない半月なんだなっていうのが分かりますね。はい、ちょっと補佐カード見てみようかな。エース・オブ・ペンタクルということで、やっぱり自分の価値、これから温めていきたい価値っていうものをしっかりここから根付かせていきたいんだっていうね、だからこそ慎重にいくんだっていう、すごくすっきりもしてるし、やることも分かってるし、いい感じですよ、この方はね。なので9月の前半、特にね9月4日過ぎてから落ち着いてくる、特に8日過ぎたらより一層落ち着くっていうのがあるんですけど、そのあたり8日前後でかなり心身のバランス取れるんだなと思いました。なので無理やり進めていかなくてもいいっていうのが一つのメッセージですね。ここでも相当の6の逆が出てるということは、こうなんか勝手に流れていくっていうよりは、状況的にはもしかしたら前半はまだ動きにくい状況なのかもしれないです。でもあえて動かなくていいよみたいな感じもありますね。はい、ジャッジメントの逆ということで、やはり何か自分の中に温めていた思いだったり、本当はこうしたいんだっていう思いをようやくこう手放して浮上させていく、その思いを叶えてあげようみたいな感じなんですけど、もうちょっとだけ待とうみたいな感じですね。ここは9月の前半にやっちゃうというよりも、前半ちょっと休憩して整えて、おそらく後半からっていうことなのかなと思いますね。だから無理して焦ってね、もう9月だしこうしようみたいな風に急がなくてもいいよっていうメッセージだと思いました。
はい、そして気をつけることや対策としてカップのナイトがあるので、誰かからの問いかけとか、誰かからメールが届いたとか LINE 来たとか、そういう誰かからの問いかけを素直に受け取ってくださいねっていう感じがしましたね。これはもしかしてなんか裏を書いてね、こんなこと言ってくるなんてどういう意味だろうとか、こう素直に受け取りにくい状況だったのかなと思うので、ここは素直に受け取っていいと思います。そしてようやく何かをね手放していくんですよね。ワンドのナイト、が出てるので、やっぱりなんか今まで自分が縛られていたものとか、絶対こうしなきゃいけないんだっていう思いがようやく溶かされていく、解き放たれて、自分の情熱に従ってどんどんこう太鼓を叩いて乗ってくるようにエネルギーがだんだん湧いてくるよっていう感じがしました。でちょっとこれまででもこのデビルの逆で別に悪い意味ではなくて、もうどうしようもなく仕方ないことってありますよね。もうやらなければいけないこととか、もうそういうふうに過去の自分がそう決めたんだから責任はちゃんと取るとか、そうやってやったことをちゃんと完結させるんだな、9月でっていう感じがしましたね。はい、ちょっとオラクルのねソードクイーンがちょっと静かにしてよって言ってるのを物語ってる感じがしますけど、ちょっと見てみます。補佐カードね。はい、はい、ペンタクスの7の逆ということで、やっぱりもうすでにね、もう9月の前半で何か本当に自分がここから根を生やしていきたいんだっていう大事なね思いっていうものをちゃんと手にするというか見つけてるんですね。それをやっていくんだって。ただそれがすぐに形になるとか、すぐにすごい勢いで伸びていくっていうわけではないので、じっくりそれは待ってくださいと、ゆっくり時間をかけて育てていってくださいっていうふうに私はこれを受け取りました。なので全体的なメッセージとして、やっぱり8月の疲れを9月前半で癒すんだなということと、これまで本当に頑張って無理してでも頑張ってきたことっていうそのやり方は少し終えてバランスをとって、温めてから後半に何かこう解き放つっていうね、どんどこだんだん準備して気合が入ってきて、後半ぐらいに何かこう消化していくんだなっていう感じがしました。はい、この話を皆さんのねビジネスとか人間関係とか今のご自身の状況に合わせて好きなように解釈してください。最後にもう一枚ちょっとこれを見てみようかな。はい、ちょっと気をつけることを見てみますね。羊座の皆さんが気をつけること、前半恐れないでねっていうカードが出てます。大丈夫ですよって、恐れないでねって、ここでもちょっとあるんですけど、人からのお誘いだったりとか言葉かけとか問いかけを必要以上に恐れなくていいよって、本当にそれはもしかしたら相手の優しさかもしれないので、そんなにどうしようかなって思わなくても大丈夫ですよっていうメッセージでしたね。そしてどうしたらいいのかっていうメッセージなんですけど、もうそのままのあなたでいいんですよっていう許しのカードが出ました。なんか頑張りましたねみたいな、自分をねぎらってねっていう感じがしますね。これは責めずにね、自分を責めずによくやったっていう、ここまでよくやったっていう感じでねぎらってください、ご自身を。はい、そしてそうすることによって得られるものを見ていくかな。最終ね、9月前半、はい、平和平和ですって。よかったですね。落ち着きます。とにかく心も体も落ち着いて、静けさを自分の中に取り戻しますよっていうメッセージだと思いました。これもとても静かなカードなのでよかったですね。お羊座の皆さん、9月前半ちょっと落ち着きましょう、一緒に。はい、ということで今回はここまでにしておきます。また次回9月15日ぐらいかなにまたアップしたいと思いますので、楽しみにしててください。またこちらの方もご予約お待ちしております。では最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。